これはビール5本用意してください。はい、ということで今日も簡単料理やっていきます。今日は豚バラブロック、こんなにいらないんですけどね、これとピーマン、ネギ、もうこれだけ。あとニンニクですね。ニンニク、味付けは塩コショウ、これだけで簡単料理やっていきます。はい、ピーマン切っていきます。今日の料理はもうざっくりなので、できるだけもう大きく切りたいんでね。でこの種は取ってもいいし、そのままでもいい。僕は取ります。種だけ。この頭のとこね、こうやって半分に割ってポロっていったらもう種も取れますんで、少々はついててもいいと思います。種こんな感じでざっくりと取ればいいんでね。気になる人はここから洗ってください。もうこれさっき洗ってるんで。で大きさなんですが、今日はもうこれ半分で、これぐらいでいいんじゃないでしょうか。こんな感じで。はい、はい、続きましてネギですね。ネギもだいたいね、このピーマンの大きさに合わせて切ったらいい感じになると思います。もう料理ってね、こうやって大きさを合わせると見た目も良くなるんでね。こんな感じで。青いところも入れるのも全然問題ないんで、青いところも使いながらいきましょう。はい、これぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、そして豚バラブロック、これもだいたいこの大きさに合わせて切ればいいんですよね。厚みもそうですね。今日はもう太くいくんで、こんな感じで、あと焼いたらこう縮んでくるんでね、これぐらいの大きさ、豪快にいきましょう。でこれ1本多いとまた冷凍しててね、次の時何かで使えるんで、その時にまた解凍して使えばいいんで、今日はこれぐらい。はい、であとはニンニクですね。もうニンニクもこの感じ、ゴロッとした感じ、これでいきます。皮だけ剥いてこんなゴロッとした感じでいきます。はい、ということでフライパンを温めて焼いていくわけなんですが、豚肉から。でこの豚肉をまず塩コショウですね。塩コショウ、塩コショウ軽くしときます。でこう混ぜてね、で焼いていくんですが、今回油入れません。ここにほら豚バラの脂があるのでね、これで焼いていきたい。こんな縦でいいです。普通に焼いてください。この油を抽出させて、そこにニンニクもゴロゴロですからね。これ生だとこう匂うじゃないですか。でもこう火が通るとホクホクして香りも飛んでくるんですよね。なのでゴロゴロしてるんで香りもそんな強くない。そんな感じで今日はこれを炒めていく。この豚の脂をねこう出しながら、こう出てくるじゃないですか。出てきたらこうやってね
それでニンニクも炒めていく、そんな感じです。もうめっちゃうまそうでしょこれ。この豚の脂でニンニクも火が通る、最高じゃないですかこれ。まさにフライパン一つでの料理。いい色になってきましたね。これぐらい、ほらちょっときつね色になるぐらい、厚揚げ色になるぐらい、こんな感じ。うまそうじゃないですか。油の量バッチリですね。でこっからネギ投入。そして初めの時忘れてましたがね、唐辛子入れましょう。唐辛子切ってません。そのまま香りだけ、辛さは必要ないんでね、香りだけ欲しい。なので唐辛子、2本ぐらいそのまま入れましょう。であとはこうやって炒めていく。いい色ですねこれ。はい、色的にもこんな感じです。これはやばい、めっちゃうまそう。そっからのピーマンは生でもいけますんでね、もう入れるだけ、あえるだけ、そんな感じでいいと思います。で僕は胡椒好きなので胡椒多めに入れてます。そうすることによって塩味をね減らせる、そういう効果もあるのでね、胡椒多めに入れてます。こんな感じ。はい、完成です。フライパン一つでできる塩焼き豚炒め。はい、それではいただきます。まずはやっぱりこの豚いただきます。これはビール5本用意してください。豚の甘みでねすごく美味しいです。でこのニンニクいってみましょうか。ニンニク見えるかな。ニンニクいただきます。このニンニクもねホクホク感、臭みは出てません。でこの唐辛子の香りでねさらに一層うまいです。ピーマン、このネギもトロトロですよね。これはビールが止まらない。こういうね料理ってほら豚肉ともうネギ、このピーマンあってもなくてもいいんでね、材料が少なくてあっという間にできる、こういうのもいいんじゃないでしょうかね。弁当のおかずにもできるしね、ぜひ皆様もやってみてください。美味しい一品です。人生が豊かになること間違いなし。皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録よかったらいいねボタンよろしくお願いします。これはうまいで。